ちは、岡本ひろやです。 YouTube を始めてみました。今僕がどこにいるかと言いますと、奄美大島の一棟貸しの宿でイメージモデルの撮影のお仕事で、来させていただいております。で、第1回目の YouTube なんですけど、何しようかなと思った時に、インスタグラムですね、サブスクリプションサービスを今やっているんですけど、そのサブスクに入ってくださっている方々に質問を募集してみました。質問いただいた皆様本当にありがとうございました。静かにしなくても大丈夫ですよ全然このマイクで収録してるから、ごめんなさいということでね、今日はこの質問に答えていきながら、僕っていう人間がどういうものなのかっていうのをね、少しでも知っていただけたらいいかなというふうに思います。めちゃくちゃ簡単に自己紹介をします。肩書きとしてはアートディレクター、デザイナー、建築家などという形で活動させていただいておりますが、 YouTube とか、あとノートでエッセイを書いたりとか、あとポッドキャストのチャンネルやったりだとか、いろいろね、ちょっとカルチャー周りの発信をしていきたいなというふうに思っております。で、多分ね、これ見ていただいているほとんどの方がNetflix のね、とある番組に僕が出演したことでご認知いただいた方も多いと思いますが、引き続きね、私個人として応援してくださっている方々とのコミュニケーションの場としてですね、 YouTube は使っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、もうざっくばらんにですね、質問事項を読み上げていきましょう。まず最初に、趣味は何ですかと。これからいきましょうか。ありがとうございます。趣味か。映画を見るのも好きですし、あとは、カメラを持ってるので、富士フィルムのカメラでスナップショットを撮ったりするのも好きです。たまに作品使ったりもします。あとは部屋ですね。今はちょっとすごいいい空間にいますけれども、普段からね、日常の僕の部屋の風景とかインスタでもリールに出してますし、多分今後ね YouTube とかも部屋から投稿すること多くなると思いますので、ぜひインテリア好きの方とかフォローしていただけると嬉しいです。 3D プリンターはいくらくらいしましたか？おすすめの 3D プリンターは？ということで、僕なんか 3D プリンターやろうとしてですね、世の中に認知されてるみたいなんですけれども、一応3D プリンターで作品も作りますけれども、一応デザインのね、モックアップみたいな感じで使ってます。僕が使っているのはクリエイティという中国のブランドかな、プリンターを使ってます。すごく使いやすいですし、いろんなタイプあって、家庭用 3D プリンターも販売していて、めちゃくちゃね、お手頃価格ですよ。確か僕が使っているやつとか、品番まだちょっと覚えてないんですけど、3万円とかで買えるんじゃないかなと思います。で、フィラメント PLA のフィラメントもね、 Amazon とかで2、3000円で買えるので、お手頃に始めることができるかなというふうに思います。あと気になっているやつで言うと、最近バンブーラボっていうブランドで、メーカーっていうのかなの 3D プリンターもなんか多色刷りとかも簡単にできそうで、一度触ってみたいなというふうに思ってます。自分の体の好きなパーツありますか？ひろやさんの声と垂れ目と一の腕が好きです。セクシー。ありがとうございます。一の腕ってどこですか？一の腕？僕はですね、強いて言いますと、お母さん譲りのこの鼻筋と、お父さんと似ているこのちょっとだけ低い倍音の声が自分の強みかなと思ってます。スキンケアが知りたいですということで、スキンケア一応なんか成分とかからこだわってはいますが、そんな高いものは使ってません。またね、なんかそれは YouTube とかでも紹介しようかなと思いますし、詳しい友達とかいたらね、ゲストに呼んでなんか一緒にね、スキンケア会みたいなことしても面白そうですよね。好きな映画を知りたいですということですね。めちゃくちゃ一時期すごい年100本ぐらい見てたんですけど、最近あんまり時間なくて見れてないですが、やっぱりね、クリストファー・ノーラン作品はすごい好きですね。メメントから始まり、やっぱインセプションとかもすごいかっこいいし、1回目じゃあんまり理解できないですけど、テネットとかもね、めちゃくちゃかっこいいですよね。あとは
普通にラブロマンス、ラブコメディとかもすごい好きで、アバウトタイムが好きって結構言ったりします。アバウトタイムの脚本はね、すごく秀逸だと思います。好きな芸能人いれば教えてください。同世代ということもあって、お笑い芸人、お笑いの方々結構尊敬してるんですけど、ラランドさん、ラランドサーヤさんとか、やっぱ令和ロマンさんとかはすごく YouTube とかたくさん見ますね。アート創作、鑑賞と恋愛って時に似たような感情が存在する気が私はするのですが、どうでしょうか？どうでしょうか？ Hello, ひろやさん。Your outfit always looks amazing. Where do you get your inspiration? インスピレーションはちょっとわかんないですけど、雑誌とか見ますね。なんかいわゆるシティボーイみたいな、ちょっとゆるっとダボっと着るカジュアルなスタイルが好きです。全然ネットとかでも買っちゃいますね。なんか SNS とかで映像の中の僕のアウトフィットを結構いいって言ってくれる方も多くて、今後ね、そういうところも紹介していけたらいいなと YouTube チャンネルでね、思ってます。MBTI を知りたいですということですね。これ実は何個か前の僕のポッドキャスト、すいません、日本語バージョンなんですけど、で話してて、ローマ字というか英語のあれは忘れちゃったんですけど、提唱者は INFJ らしいです。昔はこれが I じゃなくて、なんか半分くらいで I と E だから ENFJ の時もたまにありました。ひろやさんのファッションが好きですと。よく買う洋服ブランドや好きなブランドを教えてください。一個だけ思いつくのは、ポパイ編集者の長谷川明夫さんがディレクションしている、一個前だとノーティカで、今だとカウラムっていうブランドの服を結構着ます。なんかセットアップとかでだるっと着れて楽なんですよね。で、世界観というかカジュアル感がすごく好きで、しかもね、手の届く価格帯なので結構買っちゃいます。仲のいいボーイズは本当にみんなと仲いいですよ。北海道から帰ってきた後も多分ね、全員と一人一人遊んでますね。2025年とかは僕京都で出張で滞在してることがあったんですけど、だから関西メンバーともよく遊んでましたし、みんなのことが大好きです。How did you learn English? Thank you あんまり僕英語はそんなに上手くないと思ってるんですけど、大学の3年生かなの時に1年休学をしまして、ロンドンに留学をしてました。1年間だけですけど、その時にね、英語を勉強して、あと僕大学では建築学科だったので建築を学んで、実は建築士も持ってるんですけど、ロンドンとか、あとその留学中にですね、ヨーロッパ周遊旅みたいなことをしてまして、西洋建築や西洋美術をたくさん見ました。でそこでですね、アートとかもたくさん見て学びましたし、それとともにですね、1年間の生活を通してちょっとだけ英語が喋れるようになりました。ひろやさんのセンスが好きです。今後ひろやさん自身の個展を開くご予定はありますか？ということで、ありますとってもちっちゃい箱でなんですけど、この動画とちょっと前後関係は分かりませんが、3月1日から12日の間にですね、東京の東中野にあるプラットフォーム3というところでですね、展示をさせていただきます。一応やっぱ自分のね、作品、アートディレクターなのでちょっとプロジェクト単位での動きもありますけど、自分の名前での作品っていうのも少しずつ増やしていきたいなと思っておりまして、僕の大好きなお花と言葉っていうものをちょっと使って自分のフラワーシリーズ花言葉という作品をですね、展示したいなと思ってます。ちょっとこの動画を見たタイミングと間に合うかどうかわかんないんですけど、ぜひチェックしてみてください。あとは You like sunset or sunrise? Sunset。 朝は苦手です。センスが良すぎるので、カバンの中身とかルームツアー、お気に入りのインテリアとかしてほしいです。 YouTube でしていきます。フォローしてください。 How's your Valentine's Day? バレンタインズデーはですね、サブスクを登録してくれている方限定のですね、カーネーションを背景にした2月のカレンダーを配布したりとかして、はい、
サブスクリプションの方々に向けてのバレンタインを自分なりに送ったつもりですとっていうのと、あとですね、友達の友明くんの誕生日だったので、お誕生日をお祝いしてました。はい、その日はですね、朝4時ぐらいまでですね、飲み散らかして、はい、ベロッベロになって、最後は道端で号泣しながらハグをしました。へへ、I know it sounds childish, but what is your favorite color? Blue. 青ですね。ひろやくん、香水何使ってますか？使っていなければ好きな香りとかが気になりますということで。これ結構質問ありますよね。僕はあんまり普段香水はつけないです。でも好きな香りはウッディ系がヒノキの香りが大好きで、部屋とかもその匂いにしてます。あともう基本的にはもう柔軟剤とかの匂いでなんとかしてますね。好きな建築を教えてほしいです。私も建築学科です。建築学科頑張れ。いっぱいありますけど、やっぱりロンドン留学中に見たテートモダン、ヘルツォグ&ムローンの建築とかは秀逸だなっていうふうに思いましたね。僕のいた時期は美術館のチケットも無料だったので、街歩きをしていながらスルッと美術館に入れるみたいな、すごく街の延長線上の公園みたいな立て付けだったんですよね。でフラッと街歩きをしていたらいつの間にかそこにピカソの泣く女の絵が現れるみたいな、体験が今でも忘れられずに、やっぱりそういう美術館とそのシステムと立ち位置、そういったものが総合的に見て建築なんだなっていうことを体験としてね、テイトモダンの体験は僕にとってすごくインスピレーションを与えてますね。今後ギャルズ井戸端会議 with ボミジョブを行う予定はありますか？あります。交互期待というか、もう何度か集まってます。好きな芸術家、好きな美術様式などをお聞きしたいです。僕ね、絵画が結構好きなんですよね。油絵の香りとかが美術館の空間に充満していて、すごく感じるものがあって好きです。で、特に好きな絵画とか形式を強いて言うのであれば、やっぱバロック時代、レンブラントとかフェルメールとかフランス・ハルスとか、辺のちょっと宗教絵画が市民へ降りてきて、輪郭がぼやけてきたりだとか、モデルの表情がすごく柔らかくなってきたりだとか、そういう感情が見え始めた時代の絵画が見るのがすごく好きです。レンブラントとかやっぱりめちゃくちゃ絵うまいですしね。自分は油絵描かないんですけど、すごく見るのは好きです。悩み事ができた時、ひろやさんはどうしていますか？ものづくりに没頭。What country do you want to travel to next? 近場で言うと韓国、コリアは行ったことが実はなくて行きたいなと思ってます。やっぱ韓国語喋れるね、近場の友人もできたことですし、一緒に行きたいなとか思ってます。あとはやっぱヨーロッパも大好きだし、あとね、アメリカも上陸したことないんですよね。だからアメリカも行きたいなって思ったりします。あと、今回ね、きっかけでいろんな国の方に知り合えたので、特にちょっと驚きだったのはブラジルの方々がすごい僕のインスタをフォローしてくれていて、ブラジルとかもね、日本から一番遠い国ですけど、いつか行ってみたいなというふうに思ってます。日本国内で見に行ける好みの建築物、建築家とかアート作品とかを聞きたいということですね。やっぱり日本で言うと、僕も1回しか行ったことないですけど、瀬戸内界隈の建築とかアート美術館ってやっぱ最高ですよね。海外の方にもね、旅行で行くのおすすめですし、やっぱ安藤忠雄先生の地中美術館とか手島美術館とか、辺はやっぱりね、もう一回行きたいなと思いますね。うどん派ですか？そば派ですか？そば派。食に興味のないひろやさんバレてるの好きな食べ物は何ですか？はい、ノートとかエッセイ書いてて、多分それ読んでくれてるから、僕があんまり食にそんなに関心がないということを知ってくれてると思うんですけど、僕は好物なんですかっていう時にいつも答えているのは焼きそば弁当です。北海道限定の食べ物なんですけど、カッ
プヌードル、カップ焼きそばですね。僕めちゃくちゃそういうジャンキーなカップ麺とか好きで、特に北海道限定の焼きそば弁当っていう、東京の方だとペヤングとかの方が馴染みあると思うんですけど、焼きそば弁当一番うまいですよ。たまにね、東京でもなんかマイバスケットとか、あと北海道物産展みたいなところで売っているので、ぜひ食べてみてください。僕一番大好きです、あれ。という感じでざっくばらんに答えていきましたが、いかがでしたでしょうか。そろそろね、朝食の準備もできてきたみたいなので戻りたいと思います。ご質問いただいた方々本当にありがとうございました。全てはお答えできなかったと思うんですけれども、すごく興味深い質問もたくさんあったので、今後ね YouTube でそれぞれ見せていきたいなと思いますので、引き続き忘れないようにチャンネル登録の方どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと初めての YouTube だったので、ちょっと音声とかちょっと画角とかいろいろ変なところあったかもしれませんが、ちょっとお許しいただけると嬉しいです。ということで仕事に戻りたいと思います。皆さんご視聴いただきありがとうございました。